リカルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミー、ザガイアハウスオーストラリアの海運先生術師、新海真希です。さあ、今日のテーマは水亀座の満月です。とても素晴らしい満月となっておりますので、その内容をお届けしたいと思います。このチャンネルにたどり着いていただいてありがとうございます。登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。YouTube を通してたくさんの日本の方とつながれて、私はオーストラリアでずっとクリスタルショップと、スピリアルアカデミーを経営しておりますけれども、最近はですね、日本から会いに来てくださる方も、わざわざセッションに来てくださる方もいて、もちろんオンラインでできるんですけれどもね、つながりが増えていて感謝しております。また、このコミュニティを広げていきたいと思っておりますので、ぜひ、公式 LINE 無料で登録できますので、下の方に載っているので、登録をしていただいたり、インスタグラム、それからノートの方で、さらなる開運情報を発信しておりますので、ぜひそちらの方もご覧いただけると嬉しいです。さあ、それでは水亀座満月のお話ですね。この8月の9日に起こるということで、もうこれは8月の8日、ライオンズゲートが最大に開く日の次の日ですから、ライオンズゲートのホロスコープと似ているということで、ピンとくる人はいると思うんですが、完全に宇宙がこの満月に介入して、私たちにかなり、テーマを強めに投げかけているというふうにとっていいと思います。その流れの中で満月周辺からのエネルギーで隠された真実が世界にこう暴かれていくということも、起こるでしょうという満月です。で、ちょっと振り返ってみるとですね、今回の満月もそうですけれども、相変わらず土星と海王星は一緒にお羊座で逆行しているというのがこのホロスコープ上に描かれています。で、この土星と海王星ずっとこうくっついているんですけれども、完全にぴったんこと0度でくっつくというのは来年の2月頃なんです。なので、その頃に一つのいろんな意味で結果が出ます。その結果に向けて私たちは今より良い結果になるようにいろんな調整をしているという感じなんですね。で、近いところでは7月の17日周辺もほぼオーブがなし、でもゼロにはならなかったんです。もうちょっとでゼロのところで離れちゃったから、でもここ最近では一番近い時期でした。なので7月の中旬から後半にかけていろいろとこの影響を受けて体験した人も多いと思うんですね。来年の2月の前哨戦という感じで捉えていくといいかもしれません。で、今ですね、以前何度かお話ししております、ワールドアクセスというワールドアクセス、という場所が先生術にはありまして、その、サインのね、前半のもう3度ぐらいまでの本当入り口のところ、そこに今回の満月図、火星、天王星、海王星、土星、冥王星がいます。そんな水亀座の満月です。で、国とかね、支配することとか、領土問題とか、戦争っていう、そういうものの原因となるものっていうのは、権威への執着ですね。自分たちの力。そこから離れて、地球は共同体として、全員で全体を守っていかなければいけないという意向を宇宙は期待しているということが、このワールドアクセスの場所なんです。新しい時代の始まりですよ。イニシエーションですよということ。ですから、どこかの国とかどこかの民族にだけなんかこう大きな力が、与えられていたり持っていたりということへのストップのエネルギーっていうのも働いていて、それが世界全体の力やパワーの調整が今始まっているのはその、バランスを取るための出来事が始まっているという感じ。完全に新しい社会構造への移行期ということですね。なんでやっぱりその変化に私たちはこう新しいものが入ってくると変化に、ね、不安を感じるんですけれども、でもこれはもう絶対に通らなければならない変容のプロセスですね。先延ばしにしてもいつか通る必要があるということです。私たちのマインドをこれまでとは違うものに設定するしかない。それをもうマインドは一人一人でやるしかない。そんな感じです。で、そんな中ですね、今年後半はもうすでに挙げた通り、海王星も逆行、土星も逆行、もう大体この時期にこう逆行するんですけれども、逆行して、一旦風と火に移っていたトランスサタニアンたちが、もう一回水と土に戻るということが今年後半起こるんです。で、これはまだ私たちが完全に準備ができていないから2月までに1回戻るわけですね。で、その一つが同じ志を持つ同士まだ見つけてない。
コミュニティ見つけてない、仲間見つけてないということなんです。で、今回、同志とかコミュニティとか新しい社会構造というキーワード、これが水亀座のキーワードなんですが、そこでの満月だから、さらにこのワールドアクセスに集まっている天体たちが言っていることと水亀座っていうテーマは一致するという、この同じ思想を持つ者が集まっていけば何かができるかもしれない。例えば政党とかね、政治なんかもまさに同じ志を持つものでこう政党を作るじゃないですか。これが願わくは本当に素晴らしいものがこうどこかで誕生していくっていうこともこれから私たち、それは私たちが投票するわけですからね、私たちがやっていかなきゃいけないことかもしれません。ということで、今回の満月チャートをせっかくなので、もう少し詳しく説明をしたいと思いますので、満月チャートを一度ここでお見せしますかね。見えておりますでしょうか。8月の9日、日本時間16時45分頃ですね。で、今回の満月のポイントは、さっき言ったサインの3度以内のワールドアクセスに、お羊座の土星と海王星ですね。ここですね。それから水亀座の冥王星、天秤座の火星、そしてここ、よいしょ、よいしょ、天王星、双子座の天王星、どこだ、はい、ここです。これがちょっとプシケが近くにいて伴っているということになります。すべて今入っているのは風と火のサインです。風と火っていうのはさっき言った同じ目的を持っている者同士のコミュニティの連合ですね。そしてこの連合の中の火星と冥王星と天王星は小惑星のさっき言ったプシケも巻き込みながら風のグランドトラインという三角形を風で作っているんです。さらに土星と海王星を頂点として冥王星とプシケを従えた天王星で小さなトライアングルを作っています。ね、ここの三角形とここに小さなトライアングル。ということで、これは先生術では小さなトライアングルとグランドトラインがくっつくと、カイトという特別なアスペクトをとっているということ。これ私の動画を最近見ていただいている方は、またカイトと思ってるでしょ？そうなんです。カイトっていうのは宇宙の介入が入るアスペクトなんですよという話と、それから私は新時代先生術を教えていて、そのお弟子さんたちと毎月オンラインで練習会をしていて、たまたま、生徒さんからリクエストがあって取り上げたのが藤井風さんとミセスグリーンアップルの大森元樹さんだった。この2人実はチャートがそっくりで、今回の満月と全く同じ火と水でカイトというアスペクトを2人とも持ってたんです。なので彼らが次々とリリースしていく人の心を揺るがすような曲は、そのコードとかリリックは宇宙から受け取っているのかもねというお話を別動画でもしたのを覚えていらっしゃる方も多いと思います。それと同じ満月のアスペクト。そしてもちろん前回出した動画のライオンズゲートのライブでも同じ回答がありますと言いました。これはもちろんライオンズゲートが最大に高く8月8日の次の日が水亀座の満月なので似たようなホロスコープになるということですね。よいしょ。カイトっていうのは戦わないアスペクトです。カイトはタコだからふわふわとこう浮いて上昇していくわけです。自分自身の思想を持って表現はしています。みんなが見えるあんな空の上にいるんだから何かを表現しているんですが、正しさを証明しようとはしません。ふわふわと浮いてる。挑戦的な配置ではなく調和的な自己表現、これがカイトです。だから藤井風さんもそうだし、ミセスグリーンアップルさんもそうだし、何かすごくこう戦うぞっていうようなこう系統の音楽ではこうないわけですよね。みんな空に浮かぶタコを思い出してほしいんですが、力ずくでもしちょっと引っ張ると落ちてしまうし、こうなんかうまい具合に力を抜いてこうするとスイスイと風に乗ってうまく風に乗ったタコだけが上昇していくっていう、こう力の抜き加減がミソなわけですよね。まさにそういうことが起こっているということです。獅子座の太陽や水亀座の月自体にはこのチャート見ていただいたらトラインは少なくてほとんど真っ赤っかセミスクエアとかスクエアばっかりが目立っています。ですがパラス、エコ、セレス
という、女性性を表すエネルギーを持つ小惑星に関しては、ちょっと違うエネルギーがあります。まあ、もともとは月は1ハウス、太陽は7ハウスでスクエアが多いっていうことは、宇宙の気体とは裏腹に自己防衛からの攻撃性や怒りの衝突の可能性っていうのはこうあるわけです。このスクエアから。ですが、今言った通り、パラスという小惑星は月とくっついていて、エコーとトラインしている。それからセレスとセクスタイルを取ってます。また太陽もセレスとトラインで、エコーとはセクスタイルです。ですからこのパラス、エコー、セレスをうまく使うことによってうまく調整して自己と他者との調和のテーマの間をつなぐっていうことができるんです。なぜならば今言った3つは全部自分と他者との調和をつなぐテーマを担当している小惑星なんです。争いを回避するには小惑星が鍵となるということです。で、パラスっていうのは戦略的な知性、ガンガン戦うというよりは知恵で勝ち取っていく知性を持っている。戦うんじゃなくてマインドで勝利していく感じ。それからもう一つ、集合意識への洞察っていうところに導いていく天体です。エコーは声に関係する小惑星で、自分の声を失わず、しかも他者の声にも、耳を傾ける。自分と違う意見を持つ者の声も聞くということを促します。セレスは育み育てる地球大母神であって、私たちの地球が再生することを助けるエネルギーです。この共通点は、自己犠牲なき共感共鳴、集合意識、女性性、地球を守る力です。それから今学会の満月図は太陽と同じく7ハウスにある水星の真向かいに第一ハウス、第一ハウスの水亀座の冥王星が頓挫しているというのも特徴の一つです。これかなりタイトなポジションなんですね。実は水星はゼウスのメッセンジャー、ゼウスのメッセージとか、情報、ね、を伝えるスポークスマンなんです。ヘルメス神です。この彗星が水面下の見えない世界の王者冥王星と対峙するとき、それはですね、隠されていたその真実を明るみに出す役目の彗星が明るみに出しますよ、暴きますよ、秘密が明かされていきますよというエネルギーがすごく強くなるということを示しているんです。何か大きなニュース、それは隠されていたこと、それによって何かが崩壊するかもしれないし、それによって何かが新しく構築されるかもしれません。それは人類の対応次第ですが、そのようなニュースが大きな揺らぎとして起こるというのは、この配置から考えられることです。特に今、アメリカと日本の関係とか、これまでの土台が、いい意味か悪い意味か分かりませんが、私はそこにオピニオンがないんですけれども、詳しくまだ知らないから、とことん調べたら、私も意見を言い始めると思いますが、そのこれまでの土台が揺るぐようなニュースっていうのをたくさんみんな聞いていて、それをきっかけにメディアでも SNS 上でも真実と策略が今渦巻いています。一部だけを取り出すと、この人の言ってることは素晴らしい解決策のように見えるんですけど、その背後に隠された策略があるよっていうのもまた同時に上がってきたり、また逆もしかりですね。これのもっと大きい版が来るという感じです。ですからこの満月図のカイトのエネルギーがさっき言った必要だということなんです。で、もう一度カイトを振り返ってみると、天秤座の火星は行動とバランス、水亀座の冥王星は集合的な変容と深い変革への基盤、双子座の天王星はコミュニケーションの革命、そしてお羊座の土星海王星が新しい時代への土台作りの責任とスピリチュアルなビジョンの接点というものを示しています。これらのエネルギーが風のグランドトラインの頂点となる火星がそれを引っ張っていくから、調和に基づいた行動力となって、それをもって平和な変革へのリーダーとして牽引していくような、こういう天秤座の火星のリーダーというものが出てきて、それが引っ張ってくれるというのが、一番、手っ取り早い方法かもしれません。この回答には集合意識の覚醒というキーワードがもう示されています。双子座の天王星の革新的な情報発信を現実世界で実行するための責任感を担当するのが土星。
変容した未来ビジョンへ導くのが冥王星。これが私たち全体の集合意識が目覚めていくという宇宙のシナリオをバックアップしていくということになります。そこにさっき言った女性性の小惑星たちがヘルプする。ヘルプ部隊ですね。でもこういう戦いじゃない。で、この満月時にはただし気をつけるべきことも明確に示されています。火星、土星、海王星のオポジションっていうものがあります。ここには強い力とか周りのトレンドや風潮に巻き込まれて混乱したまま引っ張られてしまうという落とし穴があるんです。なんかみんなが今すごいよと盛り上がってる、いいよって言ってる。そこにこう海王星の曖昧さ、偽情報、雰囲気や理想だけでなんか本質を見ないで調べずにみんなに引っ張られてこう決めてしまうタイプの人っていうのは特に騙されることにも注意が必要な感じですね。幻想には流されてはいけない。本当の改革とただの夢物語で現実的にはそれは機能しないよというものとは真逆のものです。この透明性と誠実さっていうものを維持して自分自身の選択を決めていくということを忘れずにいただきたいと思います。最後にこの時期におすすめの開運行動は調和に基づいた行動を意識的に選ぶスピリチュアルなビジョンと現実的な責任を橋渡しする役割を担う仲間とのコラボレーション企画などのこの3点です。ということでいつかここにいる皆さんとも何かご一緒に何かできる日を楽しみにしております。では最後にセプタグラムのリーディングカードで宇宙からいただいたこのカードでメッセージをお伝えします。ちなみにこの中にあるアクエリアス、水亀座のカードは、これ私が宇宙から受け取った時にはドルフィンで描いてください。ターコイズにしてください。そこに黄色やゴールドということで、ドルフィンっていうのはまさに共同体として自分たちの楽しい世界を守っている私たちの実は見本みたいな感じかもしれません。さあ、これもカードの中に入れまして、最後に1枚これを見ている皆さんに今日のメッセージをお伝えしたいと思います。この辺りで1枚引きましょう。2という。まさにここには数比術のカードも入っている陰陽の2ですね。調和とバランス。実は自分自身の中にある影、相手の光の中にある影、自分の影の中にも光がある。相手の影の中にも光があるということを伝えてくれるカードなんですね。影のように見えるものの中にある光を見つけようとすることや、光のように見えるんだけど騙されないで、その背後にある影もっていうさっきのエネルギーにぴったりのカードだと思います。ということで素敵な水亀座の満月を